この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。はじめまして、趣味で一時創作をしているロイロテンタと申します。いつも動画を拝見し、創作活動の参考にさせていただいております。直接絵に関する質問ではなく恐縮なのですが、絵に対する姿勢についてうまく言語化できず悩んでいることがあります。それは絵でお金を稼ぐことについてです。私の周囲にはイラストで生計を立てている人が一人もいません。そんな中、とある友人にイラストでお金を稼ぎたいと語ったところ、イラストを描くこととお金を稼ぐことがなぜ繋がるのかわからない。単なる承認欲求じゃないのと言われました。私は幼い頃からの夢を単なる承認欲求の一言で表現されたことにムッとしてしまったのですが、それに対する反論をうまく言語化できず、ずっと考えています。また、前の名義ではプロのイラストレーターを本気で目指していました。自分のイラストが他の人の人生に少しでも影響を与えられたらいいな、そしてそこにお金が発生したらいいなという気持ちでした。しかし、事情があってイラスト以外にやらなければいけないことがあり、イラストでお金を稼ぐことを諦めたのですが、その背景にはイラストを描くこととお金を稼ぐことの関係性を言語化できなかったことがあると思っています。先生はイラストを描くこととお金を稼ぐことの関係についてどう考えますか？やはり単なる承認欲求なのでしょうか？お答えをいただけるととても嬉しいです。とのことです。ロイロテンタさん、ご質問ありがとうございます。僕が学生の頃にはテンタさんと同じように一人も絵で生計を立てている人は僕の周りにはいなかったので、テンタさんの気持ちはよくわかります。僕もですね、小さい頃絵が好きでよく落書きして遊んでいる少年でしたけど、それがどう自分の将来に繋がっていくのか、ある時点までは全く想像ができていませんでした。ただ僕は今プロのイラストレーターです。プロとして20年間活動してきましたし、実際にその仕事で家族を養うこともできています。そうなった背景にはどのようなことがあったのか、そしてどんな考え方をして絵で生計を立てるということを自分自身で納得し、思い切ってその道に進んでいくことができるようになったのか、その部分がテンタさんは気になっていると思うんですね。今回のテンタさんの質問、まとめるとこんな風だと思います。絵は仕事と言えるのか、絵が単なる承認欲求と言われて悔しい、友人の否定の言葉に言い返すことができない。僕が今回の質問に対してお答えしたいのはこの3つです。仕事は変化する。たくさんもらってたくさん与えよう。人は見たことがあることしか信じられない。順番に解説していきますね。仕事は変化する。まず僕が初めにテンタさんにお伝えしたいことは、仕事とは何かということです。僕の生まれは山形で、実家は米農家です。父は毎朝4時頃に起きて、軽トラックで田んぼや畑に出かけていきます。朝の涼しい時間に畑仕事を終えたら、日中は注文が入ったお米を配達しに行ったり、田植えや稲刈りが近くなると、その下準備。そしていざその時期になると、一家総出で田んぼに行って、お米の苗を運んだり、稲刈りの手伝いをしたりと、小さい頃の僕にとっての仕事感というのはそういうものでした。一方、僕の日常では漫画やアニメ、そしてゲームの絵に見せられてイラストを描くこと、これもね、大好きでした。でも、それはあくまで趣味、それが仕事になるなんて全くイメージできてませんでした。でも、絵を描くのはすごく好きだったので、ずーっとひたすら絵を描いてるとですね、たまに親戚とかからこう言われるわけです。直樹、いつかは落書きを卒業しなさいね。いつかはちゃんと家を継いで立派に仕事しなさいねって。だから僕の中ではずっと農業を継ぐことが仕事、絵を描くことは遊びで、いつかは卒業しなければいけないこと、なんていう風に思っていたんです。皆さんはどうでしょう？家の事情は違えど、同じようなこと皆さんも経験があるのではないでしょうか？親がサラリーマンだったら毎日会社に行くことが仕事だと思っているでしょうし、親がお店を経営していたらお店で物を売るということを仕事と捉えている人もいるでしょう。僕と同じように農業が仕事だとイメージを持っている人も少なくないと思います。仕事とはそういうもので、それ以外のことは趣味なんだ。だからいつか卒業しなさいね。そんな風に言われたり思い込んでる人たくさんいますよね。では今
言った仕事全てに対して言えることって何でしょう？そもそも仕事って何だと思います？僕は仕事っていうのは誰かの役に立つことだと捉えています。サラリーマンは会社が目指すビジョンを実現するために労働力や頭脳を提供し、会社の役に立ってお金をもらっていますし、お店の経営者はお客さんのこんなものが欲しいを提供し、それによって対価をもらってます。僕の家のような農家は人間が生きるのに欠かせない食物を作って、それを提供して対価をもらっていますよね。どの仕事に対しても共通して言えることは、誰かの役に立って、そして役に立った分対価としてお金をもらっている。そう言えるんじゃないかと思うんですね。じゃあ、絵を描くってどうなんでしょう？絵を描くって誰かの役に立っているって思います？僕の答えはイエスです。というか最近どんどんそういう世の中に変化してきた。僕はそう捉えています。近年になって世の中で言われていることがあります。それは、物消費よりもこと消費が増えてきているっていう言葉。聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。僕はこのことに関係して、絵を描く能力はますます世の中に求められている。もっと言えば誰かの役に立つ能力になってきているな。そう感じるんです。どういうことか。時代は移り変わってきて、飽食の時代なんて言われるように、食べること、そして住むことに関しては多くの人があまり困らない時代になってきましたよね。こうやって YouTube を見ている皆さんの中でものすごく性能のいい冷蔵庫が出ましたって聞いて、何それ欲しいってテンションが上がる人ってそんなにいないと思うんですよ。まあ冷蔵庫ちょうど壊れてる人ぐらいですよね。でも一方で来月推しのライブがありますって情報を聞きつけたら、うわー絶対に行く、仕事休んでもお小遣いはたいてでも絶対に行く、めちゃめちゃテンション上がってもう何を置いてでも参加したい、そう思う人は少なくないんじゃないでしょうか。これはなぜかと言ったら、物消費からこと消費にみんなの興味が移ったから。冷蔵庫が欲しい、車が欲しい、そういう時代から推しのライブに行きたい、好きなゲームのグッズが欲しい、好きなコンテンツにもっと触れたい。そう、一言で言うと世の中は物よりも圧倒的に元気を欲している。元気になれることにもっともっとお金を使いたい。そういう世の中になってきたなっていうふうに思うんです。今はなおさら世界的にコロナウイルスが蔓延していて、できることも限られている。そんな中で絵を使ったコンテンツというのは、みんなが手軽に元気になれる娯楽です。元気になれるものが求められている今の時代。絵を描いて、それによって誰かの支えになれる能力は、誰かの役に立つという仕事の本質から全然外れていない立派な仕事として捉えていいと思います。そうなんです。誰かの役に立つという仕事の本質から外れなければ、仕事の内容というのはその時代時代によってどんどんと変化していくものなんですよ。たくさんもらってたくさん与えよう。ただ、絵を描くという行為はですね、テンタさんが質問の中で悩んでいたように、仕事にするにはちょっと厄介な問題をはらんでいますよね。絵を仕事にしたいと決めても、最初はほとんどの絵描きが実際には仕事がない。だから、頼まれてもいないのに、絵を発表し続けるという段階を誰しもが通らなければいけません。そうするとどうなるのか。他人から、ぷぷ、〇〇ちゃんってそうまでしてみんなから褒められたいの？恥ずかしいって言われたり、自分でも、ひょっとしたらそうなのかな、私って褒められたいだけなのかな、なんて思っちゃったりすることもあるかもしれません。そうなんです。絵を描くということは少なからず自己表現が入ってきてしまいます。絵がそういう表現である以上、誰かの役に立ちたいと考えたとしても、どうしても自分を認めてほしいという気持ち、承認欲求とは切っても切り離せないと思うんです。もしかしたらね、そういう気持ちを恥ずかしいとか、あるいは汚い気持ちだなんていう風に自分を蔑んでしまう人もいるかもしれません。でもね、あえて言いましょう。その承認欲求、全部認めちゃいましょう。なんか問題あります？いや、だって良くないですか？褒められたい、目立ちたい、ちやほやされたい。そう思って誰か損します？別に誰も損しなくないですか？いや、むしろそういう気持ち全部受け入れてしまった方が、自分も、そして周りもみんなハッピーになれるんですよ。いや、だってそうでしょ？
よーし、私をどんどん褒めてちょうだい。私はどんどん目立って、どんどん発信して、そしてどんどんみんなを元気にしてあげる。だからみんな、もっと私を見てちょうだい。誰か損してます？それを見ている側も褒め言葉を全部受け取ってもらって嬉しいですし、褒められた側だってめちゃくちゃパワーになるじゃないですか。最高ですよね。承認欲求は僕らの中に確実に存在します。それを抑え込むなんてね、もう無理無理。むしろそれ味方につけちゃいましょう。いただいた承認はありがたく頂戴して、いやもうむしろ全部かき集めて、それ全部パワーに変換しちゃいましょうよ。いやだって考えてみてください。たくさん承認されないと周りの人に対しても元気あげられなくないですか？いや例えばね、日頃全然承認されてない人がたまにちょこっとだけ承認されたとしたら、これ全部俺のだ！誰にもやらねえよってなっちゃうでしょ？それよりも日頃どっかん承認されて、それ全部受け入れて、自分の心をいっぱいに満たしていた方が、よし、もっともっと元気にしてあげよう。君も、ほら、君にもってね、いっぱいあげられるじゃないですか。実際僕はそう考えるようになってから、人から承認してもらうっていうことに対して一切躊躇がなくなりました。いやもう承認だけじゃないです。僕が何かしたいっていう時に、やりますっていう皆さんの協力だったり、あとは動画につけてくれるたくさんのコメントだったり、そして絵を依頼してくださったり、商品を買ってくださったりしていただくお金に関しても、ガンガン稼ごうって決めてます。いやだってその方が結果的に皆さんに対してガンガンいいものをお届けできるからですね。僕が持っている承認欲求は全部受け入れて、皆さんが僕に対して与えてくれるパワーも褒め言葉も協力もお金も全部受け取って、そしてその分もっともっと数倍にして皆さんにお返ししようと思っているんです。それが僕の考え方です。さっきも言ったように僕の家は農家です。周りにね、実際にそういう大人がいたわけではありません。だからずっと長いこと絵が仕事になるなんて夢にも思っていませんでした。ではなぜそんな風に僕が考えられるようになってきたのか。それには理由があります。それは僕が実際にそういう人を中学生の時に見たからです。僕はこの人のおかげで絵にはそういう力があると信じられましたし、この人の影響でイラストレーターになれたと思っているんです。人は見たことがあることしか信じられない。僕は人は見たことがあることしか信じられないと思っています。何よりも僕の周りがそうだったからです。僕がどれだけ真剣に絵に取り組んでも、友達からも親戚からですら、で、いつ卒業するのって言われました。絵なんて遊びじゃんってみんなに思われていたんです。でもこれはですね、ある意味仕方ないんです。だってみんな見たことないですから。身の回りに実際に絵を描いて生計を立てている人、テンタさんと周りのご友人の温度感の差。それは実際にそういう人を見たことがあるかないかだと思います。テンタさんはどこかで見たことがある。そして自分もその人に影響を受けている。だから信じられる。そうじゃないですか。僕もですね、中学生の頃にそういう人に出会いました。中学生の時の斉藤直樹少年、何に夢中だったかっていうと、僕はですね、ずっとストリートファイターという格闘ゲームで遊んでいたんですね。近所にね、藤田っていう駄菓子屋があって、そこにね、近所の子供たちがわちゃわちゃと集まってきて、今思うとめちゃくちゃ狭い空間だったんですけど、そこで駄菓子を食べながらですね、順番待ちをして、ずっとゲームをしていたんです。僕以外のみんなは連続コンボが上手くなりたいとか、対戦で勝ちたいとか、そっちの方向で楽しんでいたと思うんですが、僕がなんでハマっていたかというとですね、もうただひたすらキャラクターのかっこよさに痺れていたからなんです。ストリートファイターのキャラクター、特にね、豪輝っていうキャラクターがめちゃくちゃ好きで、もうその頃豪輝ばっかり描いていましたし、友達にもね、豪輝描いてって言われて、で、描いてあげるじゃないですか。そうするとね、かっけーってね、感動されて、それがまた嬉しかったんですね。それがきっかけで僕はますますストリートファイターが好きになりましたし、と同時にこんなすごいキャラクターを生み出したこの絵を描いた人ってどんな人なんだろうって興味が湧いたんです。そんなある日のことでした。夕食を食べ終えて、なんとなくついていたテレビを眺めていた時、僕はその番組から目が離せなくなります。トンネルズの生でダラダラ行かせてという番組でした。その中で MC の木梨憲武
さんがカプコンに乗り込んで自分の絵をストリートファイターの新キャラクターにしてもらおうっていう企画でした。おそらく見ていた人の皆さんの多くは、のりたけさんの面白さだったり、どんなキャラクターができるのかに興味がいっていたと思うんですけど、僕の興味はある一人の人物に注ぎ込まれます。ストリートファイターのキャラクターを描いているっていうデザイナーさんで、安田明さんと紹介されていました。今はイラストレーターのアキマンさんとしてご存知の方も多いと思います。時間にしたらおそらく10分にも満たない番組の1シーンだったんですが、その10分が僕の人生を変えることになります。僕があんなにも感動をもらって、そしてそのキャラを真似して描いてあげることで、なんなら僕も友達を感動させられるという体験もさせてもらった。そのキャラを作り出したまさにその本人が映っている。僕はね、もう食い入るようにテレビを見ました。アキマンさんはですね、マウスだけでタートルネックを着た女性のキャラクターをサラサラっと描いていました。まだペンタブもなかった時代。線を描いては消しゴムで削って、今からしたらね、ちょっと変わった描き方だったんですけど、僕はね、その姿を見て震えたんです。かっけーって。でね、ちょっと正確にはわからないんですが、多分プロデューサーさんかディレクターさんだったのかな。横にいた会社の偉い人がアキマンさんを紹介するときにすごく誇らしげにこう言ったんです。うちのトップクリエイターです。その瞬間、僕は子供心に理解しました。この人は絵を描いて本当に周りの人に尊敬されて、そして絵で本当にお金を稼いでいるんだ。すごすぎる。その時の僕にとってテレビの向こうのアキマンさんは紛れもなくスーパーヒーローでした。もうね、その瞬間僕は心底思ったんです。僕もこうなりたい。次の日から僕は周りの人に対してこう言ってました。僕は将来トップクリエイターになります。単純ですよね。でもね、それが大事なんです。自分の目で見て、そしてそれを本気で信じられるようになったら人は強いです。本当にそれを信じられたら人はそれを本当に実現できるんです。僕はその時、アキマンさんの姿を見て以来、はっきりと目指したい姿を思い描くことができて、その姿に向かって突き進むことができました。その結果、トップクリエイターかどうかはさておいて、皆さんの前でこうやってお話しできる程度にはクリエイターとしてやっていけるまでになりました。人は見たことがないことは信じられないかもしれない。でも見たことがあることなら本気で信じられます。そしてそれを実現できるんです。テンタさんはなれますよ。だって周りの人は見えていなくても、テンタさんには実際に見えている世界があるんですから。今はね、もしかしたら他にやるべきことがあって、やりたいことはそっと横に追いやっているのかもしれません。ですが、テンタさんの質問からは感じます。もう一度チャレンジしたいんだって。やりましょう。やるべきことが他にあったとしても、最初はね、片手間でいいじゃないですか。趣味から始めたっていいじゃないですか。そしていつか、テンタさんも見せてやりましょう。見て！私の絵で元気にできる人がこんなにいるのよ。それが私の仕事なの。なんか文句ある？そんな輝いた姿をきっとできます。諦めないで応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？また今回は絵を描く前の気持ちの持ち方のお話でしたが、いざ作品を SNS などで発表してもなかなか反応をもらえないという疑問をお持ちの方も多いと思います。そんな人にはこちらの動画。なぜ絵がいいねされない？多くの人が使えていないもう半分の力の正体。もう半分の力。なんでしょうね。ちょっと気になりますよね。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。